こんにちは、白川隆二です。システマ東京の北川です。いや、北川さん来ましたね。本当に来ちゃいましたよ。もう楽しみにしてました今日。もう楽しみなんですけども、ね、はい、今日はなんと、UFC 殿堂入りした桜庭選手とのコラボです。全くもって嬉しいですね。嬉しいんですけども、本当白川先生ね、ノッコンさんといい、今回の桜庭さんといい、やばい人にコラボふっかけるのやめてください。いやでも桜庭選手やばいでしょ。好きですよ。いやもう大好きですよ。大好きですよ。だってプライド時代見てましたよ。見てましたよ。私も大好きで見てましたよ。でも変動の肩脱臼した時とかね、もう明らかに変な角度で曲がってたじゃないですか。ないですよね。でも桜庭選手めちゃめちゃほら活躍してノアでも今ね出てます、たまに参戦して、私あれ剣王選手の応援に行った時に桜庭選手普通に出てきたので応援してましたから。プロレスラーとして好きって僕が言うわけじゃなくて、もちろん好きですけど、それだからコラボしたいというわけじゃなくて、なんとインタビューとか動画見ると桜庭選手がちょっと気になることを言ってたんですよ。なんか言ってたんですか？言ってたんですよ。なんと MMA やグラップリングで合気道の技を使った。普通は MMA では合気道は使えないっていうのは大体みんな使えない、よく言いますよね。使えないとはよく言われてる。なんと合気レスラー桜庭選手が MMA で合気道を使った。どの試合だろう？いや、分からないですけど、でもその合気道のテクニックをこう MMA の中で使ったっていうことを言ったので、ぜひ聞きたいなと思っております。そうなんですよ。ということで今から桜庭選手が行っている道場に行きたいと思います。今から行ってきます。行ってきます。はい、カルペディアム横浜に到着しました。早速お呼びしたいと思います。日本が誇る世界の IQ レスラー、桜庭和志選手です。お願いします。よろしくお願いします。っていうか早すぎない。よろしくお願いします。お願いします。UWF インターの頃から私見ておりました。本当ですか。はい。プロレス好きなので、1997年の時にUFC のジャパントーナメントで優勝して、プロレスラーは本当に強いんですっていう言葉で。よく覚えてます。いやでもあれでプロレスファンはもう本当にもう歓喜したんですよ。はい。ありがとうございます。でプロレスリングノアにも参戦したんですよ。剣王選手私好きで、剣王選手応援に行った時に桜庭選手出てたので、桜庭選手もめちゃめちゃ好きなので応援しております。ありがとうございます。でいろいろ雑誌とか動画とか桜庭選手のやついろいろ見るんですけど、その中でちょっと気になることがあったので、直接お聞きしたいなと思ったんですけど、MMA で合気道の技を使ったっていうのを聞いたことがあるんですけど、それは本当ですか？合気道の技かどうかちょっと分かんないですけど、よく手首の嫌がらせとかよくやります。それはもう高校の時レスリングの隣合気道部だったんで、もうずっと見てました。秋田商業高校ですよね。秋田商業高校の皆さんの合気道部も見てたってことなんですか？卓球部があってレスリング部と合気道部があったんですよ。それを見て、じゃあ合気道の技かどうか分からない合気道的ですよね。そうですね。じゃあ MMA の試合の中で合気道的な技を桜庭先生は使っていたってことなんですか？ちょっとぜひそれを今日は桜庭先生に MMA で使った合気道的な技を教わりたいと思います。よろしくお願いします。教わるって美しい合気道、どういうスイープですか？手首の技ですよね。あとMMA だとグローブしてるんでちょっとかけやすいっていうのもあるんですよね。どういうシチュエーションなんですか？シチュエーション、もういきなり技や早いな。下にこうなってる状態で、この状態です。この状態あるじゃないですか。でその時にこう手首外から取ってひっくり返す。でこれだけじゃ帰んないんですよ。帰んないんで足でこっちの脇上げてあげるんですよ。そうするとひっくり返るんで。そのまま上になって、こういうでこう上になってバンバンって感じですね。まさにこれでも合気道で小手返しっていう技が実はありまして、この手の取り方、危ないこれですね。本職者でもこれが合気道でもあるんですよ。合気道の技がちょっといいですか？合気道でち
書籍美しい合気道にも書いてあるんですけど、基本は小指と薬指のところにこう、はい、あ、僕それです。坂本先生も今取ってましたよね、はい、小指と薬指のところにこう取ってます。そして手首を返します。これが合気道の小手返しなんですけど、それをでも坂本先生寝技で確かにこれが一番効率がいいというか、てこが一番効くんですよね。でも確かにここだったらちょっと我慢して我慢したところをじゃあここ足で動かしたって感じです。そうですね。ちょっとやってね、ここでちょっといくよ。こういったけどそれを寝技バージョンってことですね。寝技っていうとこの脇に刺さってるんですよ。足入ってるんで、こうやってるんで、そこから足脇すくっちゃえばすごいひっくり返ります。詳細に解説してもらっていいですか、ちょっともう一回。詳細に、そんな細かくそんな細かくこういう状態とか、こういう状態ですよね。相手が投げてくるのを適当にこういいポジションを取りながら、この一番てこがきてるやつでこれ返しながら、もう両手もやる時もありますけど、もう両手やりながら、これだけだとこっちで踏ん張るんですよ、この足で。踏ん張ってやるとこうやって逃げたりとかしてかからないんで、脇一緒に脇を刺すことでこう崩してですね。それでひっくり返っちゃうんですよ。寝技の小手返し的なね、ちょっと練習していいですか。練習死ぬほどしてるしでもね、合気道にはこの寝技はないですよ。運動体ないので、いつもこういう練習はしてるんですよ。なので、ちょっとゆっくり合気道でこの手首をこのようにこう返して、それをちょっと寝技バージョンで。両手でもいいですもんね。両手でただ殴られるのは何発か殴られるのはでもそうですよね。それはもう手だけだったら確かにちょっと我慢できるでしょ。で足ですね。この脇に刺す、足で刺しながら脇そうですね。散々やってるくせにこの背中をつけては返さないですよ。背中をつけて返さない。でも本当に合気道の原理ですよね。こういう円のちょっとこう持ってこう円の確かにこの円の動きにそうですね。でこういうこれを足かそれで足に引っ掛ける。足は上げただもう上げてやる。足をちょっと大きいですか。こっち返したら、こうやって巻き上げてあげれば、おまけでクッと上げてあげれば。でもこっちも確かに強いですよね。そう、そっちの方が強いですね。で、こうでこうでマウントです。でも本当これはまさに合気道的と言えます。合気道的なテクニック。これでいいんですか。でもこれでもなかなかでも試合で使って難しいですもんね。いや、まあやっぱり僕今までやってきたのはみんな大きい選手ばっかりだったんで、やっぱりそのなんだろうね、みんな力のいかない部分に行くしかないじゃないですか。確かに。手の先とか足先とか、なんでそういうのは大きい人には確かに小さい関節技を狙っていくしかないですもんね。そうですね。だからここら辺狙ってもやっぱりもう全然なんていうの、耐えるし 1.5 倍ぐらいとかなんで。本当そうですね。桜庭選手の場合にはもう現代 MMA じゃなくて総合格闘技と言われていて、無差別の中でめちゃめちゃでかい人と戦ってましたもんね。体重差のありながら。先を狙っていくしかないというか。
その中でそういう状況にしてくれた方があの方です毎回言いますが、はい、柳沢社長がそうですね。あそこは関係者なんです。あ、そうですね。おかしいだろうって。この手首の返しプラスこれですね。あ、そうですね。この返しにちょっとポイントがあると。はい、こう、はい、くっつきすぎてもダメだし、はい、離れすぎてもダメだし、はい、ちょうどいいぐらいの角度ってあるじゃないですか。はい、この角度。はい。そこで返しますね。はい。だいたいこういう伸びてる時でも絶対かかんないですよね。はい。グッと返してもなんか脇締めて踏ん張られたりとか、はい、でこの辺はこの辺でまたなんていうのか可動域ではないな、なんかかかんないですよね。はい、ちょうどこのぐらいですよね。立ち技でやるとちょっとこっち側返してもらっていいですか。はい、立ち技とこの角度ですよね。ああ、はい、投げてもらって。なんかあるんですか。あります。合気道もやっぱこの角度、こう伸びすぎたら効かないので、この角度、ちょっと回る A の角度で返す。あ、同じ角度です。まさに。僕は受け身取れない。っていう角度ですね。はい。ありがとうございます。ということでやっぱりじゃあこのグラップリングとか MMA の中で今の技を使われたんです。そうですね。あとはもう手首そのまま決めたりとか。もう一つじゃあいいですか。はい。さあ行くぞ。大体ねこうやってまあ組み技とかですけど、MMA だとこう打撃があるんですけど、手出すと大体手組んでくるんですよね。組んでくるとかこうやったりとかあるじゃないですか。そしたらこうやってるでしょ。こうやってやるでしょ。もっとほら普通に手で出てくるんですよ。こうはならないですもんね。そう。だから普通に手で出てくるからこのまま両手でクラッチしてそのままもう回っちゃうんですよ。このまま体をじゃあもう寝技になるんで。これですね。この回転のやつ。合気道的です。これは合気道的です。合気道ですね。ちょっとじゃあ昴生君せっかくこういう技が四方投げてこういう技で逆に回るとこっち回転で関節技でこっちに回ると四方投げて。見ながらこの四方投げ受けたよ。はい。四方投げ。はい。今だと肘関節決まってますもんね。そうですね。寝技だとこれなんだっけ。まあこれアームロックの。はい。詳細にお願いいたします。こういう状態ですよ。こっち側に。はい。このもうガチッ両手握っちゃうんですよ。絶対2つの方が強いじゃないですか。だからもう体を守って。これです。ここが肘決まってますね。ちょっと体ごと回るやつってないですか。いや合気道で言えばちょっと今を再現するとこういうこういうとちょっと手にっぽくやってこういう感じとかになる。超危険ですよね。ここ手首起点になってるから、めちゃめちゃ危険ですよね。回ってこないとね、バリバリって。ちょっと昴生向けてみて、今の四方投げっぽいです。それでその後にすごいね。じゃあこういう状態もあるってことですか。座りの状態もあるんですか。練習の時は道場の広さとかで膝を使う寝技やるっていう時に、その時も一緒です。見ながら結局大体こうやって起きられるんですよ。その時にこうやって三角つなぎ技とかですね。
逆回転とか坂本先生あるんですか？逆回転。逆しないな。あ、逆やんないですか？逆。こっちでしょ。はい。こっちだよね。これだったら、はいこれだったら、はい。こうですね。外から組んどいて、はい。こうですね。肘です。ああ。それで、はい。もう脇がはい脇固め。はい。合気道でも一応こういう技がありますよ。で、まあ柔術の技だと思うんですけど、あー立ちで。ああ、立ちですね。はい。そのまま抜いちゃいます。あ、このままちょっといいですけど、そのままこういったら、このまま体重かけちゃうんです。はい。体重かけて潰れてください。はい。こう。あ。体重かけたら変わりますもんね。はい。このままこうですね。こっちの方に体重かけた方がいい。斜め方向。多分回って回転される逃げられると思うんで。はい。こっち方向ですか。こうですね。あ、そう。したら回転できないね。はい。ちょっと私にもかけていただいて。はい。こうでしょ。はい。こういきながらこう。このだから。これをはい。多分、はいこっちにこうやるとそのまま周り前転しちゃうんですよ。はい。はい。まあでもはい。この体ごとこうやりながら、体にこう体重とこっちですね。体重かけちゃうんですよ。はい。でもその本当に体重浴びせられたらいきますもんね。はい。やっぱこういう手首の技がやっぱ超欲大を制すじゃないですけど、やっぱり嫌がる、それは決め技じゃなくて流れでやると、今度手出してこなくなる。手出してこなくなると今度自動がくっつきやすくなるんで。ちょっと最後にまとめいいですか？早いですね。ちょっと北川先生ちょっと最後に今習ったことをちょっといいですか？早いな。状態がじゃあこう寝かす、寝かされてされてしまった。手を取る。はいでこのまま。はい。そうそう。どうですか北川先いやすごいですよ。このね、充実でよくあるこのシザースイップっていう動き、小手返しを合体技って感じで。なんだよ、技の名前が違う。生？でもこれは本当ね北川先生固定返しですね。これは小手返しですごいですよ。でも確かにこれで我慢できるから足で脇をすくう。はい。立ちだったら膝蹴りとかやった方がいいね。あ、立ちだったらここに膝蹴り。膝蹴りですね。ここで膝蹴りですね。わーってなった時にでもう一個は北川先生これなんですよ。こういうふうにやってて両手でガッとこうはいはい。これはもう耐えられないじゃないですか。超危ないですね。危ないですね。耐えられないですね。ああ、そうかかったらもう大体一回やると大体もうすぐ手引かれちゃう。で手が引いてきたら今度逆にタックル入ります。ああ、こうなった駆け引きの中でやっていく。はいはい。北川先生受けた方がいいですよ。その回転のやつ。回ってごらんから逆にこう。かなりきますよね。今これ合気道の小手詰めじゃないですか。これでも確かにそれはよくやりますよ。寝技で。これ今のすごい早かった。すごい。ここら辺使ったりとかして。体で今決めました。はい。お最高の寝技で。寝技でなんかこうちょっと待ってこれ適当にところディフェンスしてください。はい。そしたらこうやってこうやって。おお。そこですね。で嫌がらせして、こうやるとどっちに逃げます？ほら逃げてからこうやってアームロックと。おい。でアームロックも手首からこう持っていっちゃったで。おい。手首持ちられてる。そうこれでも力入りますよね。そうですね。そうだからもう先っぽ行ってグッと持っていく感じです。
そして3つ目がこう入ってここから藤原さんの脇固め。美しい合気道。これを坂野レスは MMA グラップリングの中で使っていた。分かりづらいですけどね、実際に試合だと。なんか合気道が MMA で使えないと言われてるの気にしてるんですよ全然使えますよ。でもなかなか一般の武道業界では MMA には合わないと言われてるんですけど、でも、世界で活躍した合気レスラー桜庭選手が手首を先っぽを使ったって言ったのいろんな技とミックスしちゃえばいいんですよ。合気道だけとかレスリングだけとか、柔道だけってやっぱりそういう競技があるじゃないですか。全部ミックスする。それが MMA。まさにミックスのマーシャルアーツ、だからこそやっぱ合気レスラーって言われるぐらい頭の柔軟性が。外国の人はすごく喜びますよ。そういうの小技を教える。やっぱ外国の人は身体能力がすごい。だけど小手先のこういう技を教えると、こんなのあるのみたいな感じで合気道だ。合気道。いや嬉しいですね。その合気道っていうワードを桜庭選手から聞くだけで、本当興奮します。ある意味合気道家と言ってもいいんじゃないですか。もうある種そうですね、合気道。でも小手返しはもう桜庭選手も合気道家と言えますので。ということで今回は桜庭選手から MMA。早くないですか。いやでもこういうやつYouTube ってこういう感じなんです。はい、ということで今回は MMA そしてグラップリングで使った合気道的な技を桜庭選手から習いました。桜庭先生よかったです。もう本当無差別で戦ってきた本当ですよ。もう伝説の今なお戦い続ける伝説のレスラーですからね。もうありがとうございます。本当に大変勉強になりました。また次新しい技を教えてください。もうないです。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今初めて明かされる美しい合気道の秘密。難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化。 QR コードでいつでもどこでも動画が視聴できる。こだわりの美しい写真と美しい動画、臨場感のある解説動画、全200ページで送る美しい合気道の全てがここに。書籍美しい合気道、角川より発売。